さて今日のテーマは糖尿病のケアについてです。この分野って本当にすごい進歩を遂げている一方で、実は深刻な問題も抱えているんですよね。まさに光と影、二つの側面があるんです。今回はこの最先端の希望と、そして厳しい現実、その両方をね、一緒に掘り下げていきたいと思います。糖尿病治療の未来はもうすぐそこまで来てるんです。でも問題はこれですよね。じゃあその素晴らしい治療を一体誰が受けられるのっていう。これだけ技術が進歩しているのに、なぜか誰もがその恩恵を受けられるわけじゃない。このジレンマこそが今回僕たちが見ていく話のまさに核心部分になります。じゃあまずは希望に満ちた話からいきましょうか。治療の新たなフロンティアということで、糖尿病ケアの現場で今一体どんなすごいことが起きているのか見ていきたいと思います。まずね、驚くべきことに研究のやり方自体がものすごく賢くなってるんです。このアダプティブプラットフォーム試験っていうんですけど、これ例えるなら、なんて言うんでしょうか。いくつもの治療法を同時にレースさせて、ダメなやつから脱落させていくみたいな賢いトーナメント戦なんですよ。だから一人一人の患者さんに本当に効く治療法をもうめちゃくちゃ早く見つけられるようになったということなんです。すごいですよね。そういう賢い研究から生まれてくるのがこれですよ。患者さんの日常をもうガラッと変えちゃうような本当にパワフルなツールたちです。例えば持続血糖測定、いわゆる CGM とか、自動でインスリンを投与してくれるシステムとかですね。これってもう毎回指に針を刺して血糖値を測って自分で注射の量を計算してなんていう今までの常識を完全に覆すテクノロジーなんですよね。で、話はこれだけじゃないんです。もっと未来に目を向けると、さらにすごい研究が進んでるんですよ。もう SF の世界みたいですけど、スマートインスリンとか、なんと経口、つまり飲むタイプのインスリン、さらには吸い込むタイプのインスリンまで研究されてるんです。注射の痛みから解放される日がもうすぐそこまで来ているのかもしれないってことですね。ワクワクしますよね。と、ここまで輝かしい話をしてきたんですけど、この物語には実は深い影の部分があるんです。ここから話は一気に厳しい現実に引き戻されます。そう、どんなに素晴らしい治療法があったとしても、それが実際に使えるものじゃなければ意味がないわけです。アクセス、そして費用という非常に重い現実が待ち構えています。まず、この数字だけをちょっと見てみてください。7人に1人。これ一体何を表している数字だと思いますか？はい、これがさっきの数字の意味です。アメリカの糖尿病患者さんのうち7人に1人が薬の値段が高すぎてお医者さんから処方された量をきちんと使えていないという現実なんです。これってただの数字じゃないですよね。まさに命に関わる選択をお金が理由で迫られている人たちがこれだけいるっていうことなんです。じゃあなんでこんなことになっちゃうんでしょうか。もちろん薬の値段が高いっていうのはあるんですけど、問題はそれだけじゃないんですね。ここに書いてあるように、すごく複雑な保険の仕組みだったり、使いにくい支援プログラムがあったり、あとはお医者さんの処方の仕方とか、いろんな要因がもう複雑に絡み合って、患者さんを追い詰めてしまっているんです。さて、じゃあどうすればいいのか。ここからは、この問題の解決策、前に進むための道筋について見ていきましょう。専門家たちが提案しているのは大きく分けて2つ。政策によるアプローチと、そして研究によるアプローチです。この専門家たちの言葉がまさに確信をついてると思うんです。米国の医薬品市場の構造的な要因を変えることで価格を改善できるし、糖尿病と共に生きるすべてのアメリカ人の健康を向上させられると。つまりこれって、この問題は仕方ないよねって諦める話じゃなくて、ちゃんと市場の構造に手をつければ解決できるんだって言ってるわけです。変えることは可能だし、絶対に変えなきゃいけないっていう力強いメッセージですよね。そのための具体的なアクションプランがこちらですね。3つのステップが提案されています。まずは市場での競争をもっと促すこと。次にメディケア、つまり公的な保険での薬価交渉をもっと広げること。そして最後に PBM と呼ばれる、業界の慣行にメスを入れる改革。これ、ただの理想論じゃなくて、ちゃんと実行可能な計画として挙げられているんです。
ただ、政策だけじゃまだパズルの半分なんです。残りの半分は何かというと、未来の研究のために正しい問いを立てることにあるんですね。つまり、政策っていう土台を整えることと、科学研究っていう未来への投資。この2つが車の両輪みたいになって初めて前に進めるというわけです。じゃあ研究の側では一体どんな問いに答えていく必要があるんでしょうか。はい、ここからは次のフロンティア、未来の研究が答えるべき本当に重要な問いについて見ていきましょう。これはただ新しい技術を作るって話じゃないんです。もっと本質的な問いへの探求になります。まず最初の問いがこれです。まさにさっきまでの話に直結しますよね。新しい技術とか治療法って確かにすごいけど、そのコストに見合うだけのベネフィット、つまり価値が本当にあるのかっていう問題です。この費用対効果をちゃんと見ていかないと、いくらイノベーションが起きても社会全体には広まっていかないですよね。次に、この問いもすごく重要です。患者さん自身にとって治療を選ぶ上で一番大事なことって何なんだろうってことです。治療の負担感なのか、生活の質、いわゆる QOL なのか、それともやっぱりコストなのか。お医者さんがこれがベストだって思う治療が必ずしも患者さんにとってベストとは限らないわけですからね。この視点の転換が必要なんです。そして、これはもう個別化医療の究極な目標かもしれないですね。バイオマーカーとか遺伝子の情報とか、そういったものを使って治療を始める前に、この人にはこの治療が効くって正確に予測できないのかってことです。これができれば、効かない治療に時間やお金をかけるっていう無駄がなくなって、最初から最短ルートで最適なケアが届けられるようになりますからね。そして最後、これも見過ごせない重要な問いです。これらの新しい治療法って、本当に子供からお年寄りまで、あらゆる年齢層の人たちにとって、同じように有効で安全なものなのかということです。せっかくのイノベーションなんですから、その恩恵から誰一人として置き去りにしちゃいけないということですよね。イノベーションのスピードはこれからもどんどん加速していくでしょう。だからこそ僕たちは常にこの問いを自分たちに投げかけ続けないといけないんだと思います。未来の糖尿病ケアがただパワフルなだけじゃなくて、誰もがちゃんとアクセスできるものになるために僕たちは何をすべきなのか。この問いに対する答えを探し続けることこそがこれからの未来を作っていくんですよね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。